また1ヶ月ぶりの撮影になりました。いやー久しぶりですね。前回が7月中旬ぐらいかな。怒涛の1ヶ月がいやーちょっといろいろありましたね本当に。前回の予告通り、はい本日はカノスケリミテッドエディション2022、こちらを勉強していきたいと思います。はい。じゃあカノスケ2022リミテッドエディションを説明していく前に、まず会社のお話ししましょうか。はい。会社名覚えてますか？小政醸造。はい。はい、小政醸造っていう会社で創業してまして、でもともとは焼酎ですね。はい。小鶴という焼酎、こちらがメインの事業として立ち上がってます。そこから、メロ小鶴を作られたのは先代の小政嘉之助そうか。社長ですね。メロ小鶴を開発しまして、樽熟成の焼酎、これを世にリリースしたんですね。樽で熟成させる焼酎っていうのはもう初めてで、なかなか県内では受け入れられなかったらしいんですけども、ちょっと樽熟成させたメロ小鶴っていうのは少し高級商品でもあったので、県内ではあまり売れなかったっていうのは聞いてますね。で今回の嘉之助蒸留所はその先代の嘉之助社長の名前から蒸留所の名前を取ってますね。そういう歴史があります。なるほど。はい、最近ですね、社名を変えたというか分社化してます。分社化してウイスキー事業を新会社の方に今移動させて、でそちらの方でウイスキー事業を展開しているんですけども、その社名が小政嘉之助蒸留所株式会社ですね。なるほど。はい、ということで今、ウイスキー事業を展開されてます。ちょっと複雑です。嘉之助蒸留所の場所ですね。はい。はい、鹿児島県ですの、東側、で日置市というところがあるんですけども、その東シナ海の吹上浜に面したところに嘉之助蒸留所があります。あとなんか会社のことで知りたいこととかありますか？会社が立ち上がっていったのが、どのぐらいの時代かっていうのがいつだったっけなと思う。1800年代ですね。そうか、そうですね。その話しましたね。江戸時代って言ってましたもんね、僕ね。どこの蒸留所の話をいつしてっていうのがもうちょっと混乱し始めてますね。そうですね。正確に言うと1883年が創業ですね。昔からやられてる酒蔵さんが本気出してウイスキー作った場合、本当に美味しい。そうですね。嘉之助の小政社長もおっしゃってましたけど、我々焼酎を作る技術を持っていて、作り方はもう分かってたんだと。ウイスキー作れるってことはもう自信があったっておっしゃってたので、なんで他の焼酎屋さんはウイスキーをやらないんだろうって逆に不思議に思ったっておっしゃってましたね。はい、じゃあテイスティングいってみましょう。はい。いつもね僕が注ぐのもちょっと飽きてきたので、今日は万代さんにいいんですか？お願いします。いいですか？僕ちょっと多めに注いじゃいますよ。それはダメです。何ミリ？5ミリ10ミリぐらいですね。5ミリ10ミリ、わかりました。5ミリ10ミリ、はい。10ミリ。やっぱちょっと緊張するんですけど。手がプルプルしたりして。やばいやばい、こんなもんか。はい。じゃあいろいろ説明していく前にまずはちょっと香りからかけていきましょう。はい。結構やっぱり度数が高いからきますね。アルコールのツンとした感じが、でも甘さもあり、モルトの香りもすごいしっかり。利き鼻があるっていう風に聞いたのがあるんですけど、右か左で感じる嗅覚の差があるらしいですよね。そうそうそう。僕は右みたいです。僕左っぽいんですよね。今回シェリダルがキーモルトになってるんで、今までのファーストエディション、セカンドエディションとは少しやっぱテイストが変わってきますね。シェリーダル特有の甘さ、ベリー感っていうんですかね。味いってみましょうか。うまいっすね。すごい素人みたいな。これがでも最高の褒め言葉ですよね。いや本当そうだと思います。うまいっていう印象。あとは細かいこと言うと本当にシェリーの甘さですよね。実際飲んでみるとアルコール度数が59度ですけど、そこまでのね高さは感じないですよ。やっぱり原酒をしっかり作ってるっていうところなんでしょうね。だってこれも3年から4年のはずなので、熟成年数が鹿児島なんで熟成が早いっていうのはあると思うんですけど、この間も某蒸留所の
方とお話ししてて、え北海道と九州だとどう違いますかっていうお話で、やっぱりこう熟成のスピードも3倍ぐらい速いんじゃないかっていうことはおっしゃってて、だからどういうウイスキーを作りたいかですよね。早く熟成させてギュッとこう締まったウイスキーを作っていきたいのか、逆に北海道とかだとゆっくりこう時間をかけて熟成させていくウイスキーを作りたいか、これまでのファーストセカンドと鹿之助らしさも入りながらシェリーの良さが入ってきて、はい、今回いろんな方の感想を聞いてますけど、すごい評判がいいですね。実は蒸留所限定のウイスキーが届きまして、はい、こちらがそうなんですけど、カスクナンバー20464、20465、蒸留年が2018年で2022年にボトリングしてます。リチャーカスク、リチャー×バーボンカスクフィニッシュ。せっかくなんでこちらも少しテイスティングしてみましょうか。いいんですか？はい、ちょっと飲み比べということで、リチャーのバーボンなんでシェリーのような、ね、香りはないと思うんですけど、結構色が濃いですよね。濃いですね。これは5ミリから10ミリ。そうですね。5ミリ、10ミリで。はい。これは蒸留所限定だったので、1本しかうちも取得できずでした。貴重なウイスキーですね。そうです。ありがとうございます。はい。蒸留所限定のナンバー4ですね。おお。全然違う。こういう感じもすごく好きですね。いいですね。香ばしいのかな。香ばしい。はい。ウッディ。美味しいな。うまいですね。フルーティーさはもちろん、はい。トロピカルな感じもあり、なんかすごいいろんな要素が入ってますね。はい。4年です。これでスコットランドのウイスキーで4年で出荷してるもの多分ほぼないと思うんですよ。まあそうですね。で日本のウイスキーはもう3年からもうこうやってこう商品化して出荷してるんですけど、これがここまで美味しいレベルに出来上がってるっていうのが本当にすごいことですね。いやすごいですね。やっぱり日本人のものづくり、酒造りのレベルの高さですよ。小政社長に感謝ですね。ありがとうございます。じゃあ蒸留所の特徴ですね。いろいろあるんですけども、前回蒸留所見学しに行った時に小政社長にちょっとご案内いただいたんですが、直々に。そうですね。まず蒸留所のデザインがもうめちゃくちゃかっこいいんですよ。こう、正方形にこの字型にこう作られた建物で、ちょっと写真でね見ていただきたいんですけど、この字型になってて、色が白からちょっとクリーム色みたいな色になってて、もうこう自然に溶け込むような色合いになってて、あとは木を使って全体的にナチュラルなカラーリングになってて、で、スコットランドのある蒸留所を参考にしてるみたいなんですけども、で日本のデザイナーにデザインしてもらって作られて、とてもスタイリッシュでかっこいいです。蒸留所見た時点で、おおすごいかっこいいな、美味しいお酒ができてるんだろうなっていう勝手に想像しちゃうみたいな。エントランスに入っていくと最初にショップがあります。そこでこういう蒸留所限定のボトルですとか T シャツですとか、いろんな鹿之助グッズが購入できますと。その後は実際に製造の場所を見ていただくんですけど、最初に麦を粉塵にして、その後に10日発酵とで蒸留っていきますけど、特にポイントとしては発酵時間ですかね。まずはね、スコットランドは普通3日です。日本のウイスキー蒸留所も、最近多くなってますけど、鹿之助蒸留所も3日のアルコール発酵に加えて、それ以降4日5日の乳酸発酵までしっかりやってるというところが特徴でしたね。でもう一つ最大の特徴、蒸留機が3機あるっていうところですね。あの蒸留機3機をいろいろこう組み合わせながら原酒の作り分けをしていると。で中には3回蒸留をする時もあるとおっしゃってました。3回やるんですね。アイリッシュスタイルですね。3回蒸留したウイスキーなんかもいずれ多分出てくると思うんですよ。すごい楽しみです、僕は。そうですね。日本の原酒を3回蒸留した時にどんな味になっていくかっていうのが、まだ答えがないじゃないですか。そこが僕はすごく興味深いなと思ってるんですね。ワクワクしますね。やってるところは鹿之助ぐらいかな。でその後に樽詰めして貯蔵していくんですけれども、樽にも特徴がありますよね。これが一番最初に言われてた特徴ですよね。そうですね。メロコズルをリチャーするっていうね、焼き直す、これもすごい特徴だから、ファーストリリースでしたよね、確か。そうですね。メロコズルのリチャーカスクで作ったウイスキー、
すごく他のウイスキーとは味わいが違ってて、これが特徴なんだ、リチャーの特徴なんだなっていうのが伝わるウイスキーでした。そうですね。あとはもう一個重要なのがグレーンウイスキーですよね。まあそうですね。グレーンウイスキーを日置焼酎蔵で製造してまして、それを鹿助蒸留所の方に実際見学させていただきましたけど、もうすでにかなりの数貯蔵されてました。あ、もうグレーンが。グレーンがもう3年を迎えていると思うので、これからどういうふうにね商品化していくのかを考えられていると思います。グレーンウイスキーってイメージ的にはコストが安いウイスキーの値段を下げるためにグレーンウイスキーをブレンドするっていうのがイメージとしてはあると思うんですけど、そうですね。大量生産向けのっていうようなイメージが確かに。そうです。でも鹿助蒸留所のグレーンウイスキー作りの考え方はそうじゃなくて、材料費は別に下げない、だから品質の高いグレーンウイスキーを作るっていうのに力を入れてるみたいで、実際にウイスキーフェスティバルでもグレーン飲ませていただきましたけど、グレーンって言われたらグレーンだけど、すごくそれだけでも単体でも美味しいなっていう、すごく品質の高いグレーンウイスキーを作られてるっていう印象はありました。ちなみになんですけど、はい貯蔵庫の中はラック式なんですか、断ネジ式なんですか？ラックです。あ、ラックなんですね。ラックでした。大量にそれこそ作ってるってことですね。大量です。もう圧巻でしたね。ちょっと写真で見ていただきますけど、圧巻の貯蔵庫です。それしか言葉が出てこなかった。まあ先ほど言ったこの字型の鹿助蒸留所はそんなに大きい施設ではないので、あれどこに樽が貯蔵されてるんだろうって一瞬思いました。でも、聞いてみると、いや実はあっちにねみたいな蔵があって、そっち側に全部もう入れてますっていう、もともと焼酎を熟成させたところをウイスキーに置き換えてますと。いろいろお話ししてきましたけれども、次に蒸留所見学のご案内しましょうか。はい、蒸留所の見学は常時受け付けてます。ホームページ、鹿助蒸留所ホームページから申し込みができます。料金は1000円です。安いですよね。安いですね。蒸留所の方々のね、時間を拘束させてしまうのにもかかわらず1人1000円、しかもテイスティング付き、もうそれだけで元が取れる、いや、元が取れますね。蒸留所内見学した後のテイスティングはあそこでやるんですよ。メローバーで2階にあるんですけど、目の前に吹き上げ浜がバーッとこう広がる。いいですね。ちょっと写真入れますね。見たい。いや、あれはね、晴れてたらめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。そこで、テイスティングを僕は3倍ぐらいテイスティングさせていただいたんですけど、あれだけで多分ね3000、4000ぐらいの価値はありますよ。いや、でしょうね。すごい綺麗なカウンターで綺麗な景色を眺めながら鹿助ウイスキーをテイスティングできると。公共の交通機関を使っていくにはどういうふうに行くのが一番いいんですか？それがですね、僕らもレンタカーで行っちゃったのでなるほど。なので行かれる方はもうしっかり調べてですね最悪タクシーで行ってみてくださいというところですね。じゃあお値段お伝えしましょう。シングルモルト鹿助2022リミテッドエディション、こちらの販売価格が13,750円税込みです。今年の6月24日に発売されました。バー深海での提供価格は45ミリが3960円、30ミリが2640円、15ミリが1320円と、毎回言ってますけど少量で飲み比べ、ぜひおすすめですね。そうですね。15ミリを例えば3杯とか飲んだとしても、3000、4000ちょっとになるので、飲み比べるのが本当にいいですよね。いいですね。じゃあ今日は鹿助2022リミテッドエディションやってきましたけれども、本当に日本のウイスキー作り、酒造りってすごいなって毎回思わせられますね。僕も実は鹿助2022 1本自宅にありまして、早く仕事が終わった日なんかは夜にワイングラスでちょっと飲んでます。ワイングラスで飲むと広がりが大きい分、結構アルコールの刺す感じが強くなりますね。なるほど。こっちのグラスの方が非常に飲みやすいなと今日も感じました。ちなみに新海さんはこれとなんか食べたりしてますか？大したもん食べないんですけどはい、あったらいいなと思うのは、おすすめは最近ファミリーマートに売ってるんですけど、トリュフミックスナッツ僕もそれ最近食べてます日本中で今
トリュフミックスですが流行ってるのかないやわかんないですけど、ただ確かにめちゃくちゃウイスキーだよ。じゃあ次回はい勉強会第1弾からずっと今日まで日本のクラフトディスティラリーを紹介してきました。はいここで日本のウイスキーを一番最初に作ったはい大御所に行ってみるのはいかがでしょうか。山崎18年。山崎18年ですね。ちょっと本当にテイスティングの時に手が震えるかもしれません。これはもうこの色、そして日本のウイスキーの歴史、はいこの辺をねしっかりとお伝えしたいなと思います。はいじゃあ本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。